では、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は綾野先生にゲストに来てもらってます。自己紹介お願いします。はい。YouTube で AM アンダーバージャパニーズでやっています。綾乃です。今日はよろしくお願いします。お願いします。サムネを見た人は、今日はおしゃれな公園で対談かと思ったかもしれませんが、詐欺です。というのも綾野先生は、スペインのマドリードに住んでいて、で先週じゃないですね、全然、先月くらいに私はマドリードに遊びに行ったので、その時に初めて生でお会いして、その時に一緒にポッドキャストを撮ったんですが、時間が少なかったということもあり、全然聞き出したいことを聞き出せなかったので、今回またお願いして、参加してもらい参加、出演してもらいました。ありがとうございます。こちらこそ呼んでくれてありがとうございます。綾野さんは、マドリードに住んでるんですけど、なはい。ぜスペインに住んでるのかお話ししてもらえますか？はい、わかりました。スペインに住み始めたのは、3年半ぐらい前になります。きっかけは私の理由というよりは、私の夫の仕事の関係でスペインに来ました。で、夫の夢がサッカーのクラブを経営することなんですね。それで、こちらで、サッカーといえばね、ヨーロッパがメインストリームというか、すごく大きな産業ですよね。なので、ヨーロッパを選んで、こっちで MBA を取って、で、そのままスペインが気に入って、私たち家族、子供と私たちを日本から呼んでくれたというような流れで、こっちにいます。じゃあうん。どうしてもこっちに来なかった、来ないといけなかったといううん。わけじゃなくて、自分で選んだってことですよね、そうですね。旦那さんは。私の旦那がスペインを選んで気に入って、そのまま住んでいるという感じです。うん。最初に海外移住しようって言われうん。た時どう感じましたか？もうそれはびっくりしました、最初は。うん。その旦那が海外に住もうって言った時、私の次女、2番目の娘が生まれた1週間後だったんですね。だおおから生まれたあとすぐだったんですよ。へだかえ。ら、このタイミングでって最初はすごくびっくりしました。うん。実際に移住したのうん。は次女さんうん。がちょっと成長してから？そうだね。次女が結構大きくなってから来ました。うん。で三女さんが、はい。生まれる前。三女も生まれて あ2歳半、もうちょっと大きかったかな。3歳になる前くらいにスペインに来て、今、6歳半なので、彼女にとってはスペインの方が日本より長くなあ、りました。長い。うん。子供3人連れて海外移住ってすごい。なんかもし会社のサポートとかがあったら、なんか社宅とか準備してくれるので簡単そうですけど、どうでしたか？家探してみんなのビザ取ってみたいな。いや、今、さやちゃんが言った通りで、特に会社のサポート、福利厚生って言うじゃないですか。そういうお家のお金の補助、サポートもなかったですし、そういうビザの手続きのサポートもなかったので、すごく大変でした。特にスペイン語が全くできなかったんですね。だから、その状態で一から自分で調べてやるっていうのは、すごく難しいというか、無理があるなっていうふうに思ったんですね。ただ、こっちの良かったところは、すでにこっちに、スペインに住んでいた人たちが、手続きの方法とかをインターネットで
まとめてくれているサイトがあったんですよ。それを元に、それを順番にやっていけば、簡単に手続きもできてっていう風に、そういうサポートがあったのはすごく助かりました。それは英語のウェブサイト？いえ、日本人の人が日本あ語であ、作ってくれたサイトですごく助かりましたね。それは私と逆の経験なんですけど、なぜかというとスペインの法律とかなんかルールってどんどん変わるし、なので時間というか年によってもルールが違うし、あとは人によってもルールが違う。わなんかかるな。同じオフィスに行ってこの人はいいんだけど、この人はいいよって言ってくれて他の人はダメみたいな。運が良かったら通るし、そうじゃなかったら通らない。なので、なんか私はネットで調べても全部古い情報、もしかしたらマドリードみたいな大きいところじゃないのでそもそも情報が少ないんだけど、なのでもうネットは頼りにならなくて、いきなりオフィスに行ってその場にいた人に聞くっていうやり方をしていました。すごい。じゃあサバイバルをサ経験バイバル。したんだ。だからやっぱりマドリードとか大きい都市だうん、と少しやりやすいそうでのかもですね。すね。うん。日本も同じじゃないかな。東京とかうん、大阪とかだったらね、そういうサポートは手厚そうだよね。うん、うん。確かに。じゃあこの大変な、時期を乗り越えるというか、うん、移住を決めて子供3人連れていくっていうガッツはどこから来てますか？どういうそうだ心持ち？な。うーん、そうだな。まあ、海外に来てよかったなと思うことでいいかな。やっぱそういうポジティブな理由がたくさん見つかったのは、こっちにいて頑張れる、まあ、ガッツをキープできる理由かな。で、そのポジティブなものが何かというと、例えば、まあ、学校行くと、いろんな国のお友達と一緒に勉強できるんですね。特に今子どもたちが行ってるのがインターナショナルスクールなんですね。で、そこに行くとまあ本当に文化も違えば言葉も違う子どもたちが集まるわけで、まあ、その中でこうなんだろうな、いろんな新しいことにチャレンジしたりできるのはすごい子どもたちにとってはいい環境だよなっていうふうには思います。私もそうですね。私もいろんなお母さんたち、いろんな国から来ている人と、まあ、知り合って新しいことを知っていくのが楽しいんですよね。だからそれが一つのこう、ここにいていいな、新鮮で毎日が勉強になるなっていう一つのなんか大きなポジティブな理由かなって思います。ううん、ん、確かに海外移住に向いてるかどうかって、そういう違いとか新しい挑戦とかを楽しめるのかストレスに感じるのかっていうところがありますよね。そうですね。うん、なんか私はよく移住したなんて勇気あるねって言われるんですけど、私的にはなんかあんまりそんなに考えてなかった。行ってみたい、行ってみようみたいな。で行ってからいろいろチャレンジがあって、わやばい、まあだけどどうにかなるみたいな感じ。綾乃さんは行く前に心配したりしましたか？それともなんかあんまり考えていなかった？私もさやちゃんと一緒であんまり深く考えずにおやってみー、ようってやってみる。で、なんかハプニングが起きたら、まあなんとかなるでしょうっていう感じで今まで乗り越えてはきています。でもそれですごいのが、私はこう独り身で来たので、まあなんだろう、ハプニングがあっても、まあ私一人で例えばじゃあ家なくなったとか言ったら人の家に転がり込んだり、なんか一人なので簡単っていうのもあって、子供3人連れているとそのハプニングがもっと一大事じゃないですか。リスクが多いっていうか、それがすごいなって
すごい尊敬してます。ありがとうございます。でもじゃあコツはあんまり考えないこと。そうですね。とにかく、あとは子供がいるから逆に考えないように、ポジティブな姿勢、雰囲気を出そうとは思いますね。うん、なんか心配ばっかりしてるお母さんだと子供が不安になっちゃうかなと思うので、できるだけ大丈夫大丈夫大丈夫なんとかなるよっていうのは言うようにしてます。うすごいん。素晴らしいと思います。ありがとうありがとう、頑張ります。スペインのうん。ママ友ってどんな感じですか？すっごくみんな陽気だし優しい。ううん。ん。今のところ助けてもらってばっかりで、なんかすごく、それも一つのこっちにいて楽しい理由かな、今は。ママ友と仲良くさせてもらって、カフェ行ったり、ちょうっとん。昼ご飯一緒に食べに行ったり、夜にちょっと飲みに行ったりっていう、そういう楽しみがあるのはいいですね。なんか私ママ友という世界を SNS とか本とかでしか知らないので、私の想像してるものはなんか夫の収入自慢とかママ友間のいじめとか、なんかお宅のお子さんの服ちょっと汚いわね、イトーヨーカドーで買ったのみたいなそういう感あじ。確かになんかそれって日本だけなのかな、それとも他の国も共通して同じようなことがあるのかな、そのママ同士でなんか裏で悪口言ったりすごくネガティブなコミュニティというか、今さやちゃんが言ったようなイメージってやっぱりあるじゃん、日本って。あるんですか？あるあるある、全然ある。で実際にあるかどうかは本当にその地域とかあ学校によるとは思うんだけど、で私も今のところはそういうコミュニティに出会ったことはないけれど、やっぱり知り合いづてで聞くことはあります。綾乃さん怖い。の友達とかがなんうん、かこういう人がいたみたいなのを教そうそうそえうそう、てくれるってこと？そうですそうです。あるんだ。あるって怖い。こんなのはなんかその本当に うん、SNS とか本の話だけなんだと思ってたけど、あるあるんだ。らしいです。なんか旦那怖い。さんの仕事場、その会社のブランドでランキングがつけられるみたい怖な。い。ね。でもそれって普通の公立幼稚園とか小学校でもそうなのか、なんかいやどうですかね。世田う谷区のん。小学校だけとか。どこかはちょっと本当にわからないんですけど、本当にそのさっき言ったように地域によってとかうん。あるんでしょうね。うまあでん。も多分それは海外ももし高級住宅街とかだったらマドリードにも結構ありますよね、こう高級な地域とあかりますあります。うで、ん。そういうところだったらうん、ありそあるのかな。今のところ私の学校ではないですね。う。うん。よかったです。なんか私の少しなんかスペインについてあるイメージは、スペイン人ってあんまりお金に執着してないというか、日本ほどこうお金仕事してたくさん稼いで高い車自慢するみたいなのがうん、ないなっていう。そうですね。うん。ないし、そのママ友同士で裏で何か言うとか、そういうのもないし、思ったことは結構はっきり言う。嫌なことは、それは嫌って言うし、うーん、嬉しいことはすぐシェアしてくれるし、すごくそういう裏表がないところがいいのかなとは思います。ママ友同士うん。でも
嫌なことは嫌って言ってくれるんですか？全然、あります。ママだけのグループチャットがあるんですけど、その中で、例えば学校に対する不満が一人のお母さんから出てくるとするじゃないですか。そしたら、その意見に対して私は違うと思う。で、私もそう思うっていうので、やっぱり意見のやり取りはすごくいっぱいあります。日本では絶対に起こらなねそうえ、ねな会え。話。そう、日本は結構同調文化って言うけど、まあ周りに合わせるところがすごく大きいから、で、合わせないと空気読めない人、ちょっと人と違う人みたいに見られちゃうから、まあそこはまあ全然違うところかなとは思います。へえ、すごい。逆に日本の方が良かったなっていう生活とか子育ての点ってありますか？えっと、周りの人とか社会への思いやりを学校で学べるのはすごくいいなと思います。なんか具体的に言うと、まあ至るところに学校生活の中にそういう場面があるんですよね。例えば掃除の時間。日本って掃除の時間があるじゃないですか。それって自分たちで学校をきれいにして、なんか掃除の大変さを学ぶことができる。で、汚れてたら、その同じ学校の他の友達とか先生が、なんか汚れたところで勉強するのって、やっぱ集中できないし、あとはその掃除がまた大変って思う人が他にも出てくるじゃないですか。だから一人一人が掃除の大変さとか、綺麗にしようっていう気持ちとか、物を大事にしようっていう気持ちを持つことで、学校のハーモニーというか調和が綺麗に保たれているっていうところを勉強できるのはすごくいいなと思いますね。あとは給食の時間もそうですよね。なんか係があって、なんかみんなに入れてあげて配るじゃないですか。そういう責任を持って自分の仕事をするっていうところとか、そういう、なんだろうな、自分の与えられた仕事をやるとか、まあその意味ですよね。周りの人への配慮、優しさっていうのはすごくいいなと思います。スペインだとね、すごく学校でもゴミだらけなんですよ。うん、そう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 。まあその背景に考え方が全然違う文化っていうところはありますけどね、その社会のシステムっていうところで、なんかこっちだと掃除するおばちゃんがいて、その人の仕事を奪っちゃうじゃないって。ね、なんか知り合いはね、なんか日本の学校はね、掃除するんだよ、子供たち自分でって言ったら、お金ないのって。日本の学校ってお金ないのって言われてびっくりしたって言ってたぐらい。確かに日本の学校では生徒がトイレを掃除しますっていうなんか投稿がすっごいバズってて、海外の人がすごい驚いてて、驚くことなんだっていうふうに思いまね、したね。そう、当たり前と思ってたけどね。うん、でも今綾乃さんの話を聞いていて思い出したのが道徳の授業で、道徳ってそういう本当に他の人を気遣うとか優しくするとか調和とかそういうの習うじゃないですか。スペインってありますか？似たようなのは。うーん、そういうふうに教科としてはないかな。ただたまにイベントみたいな感じであるぐらい。この前あったのが、オットソックスデーってあって、靴下を両方ちぐはぐ、別々の柄とか色の靴下を履いてくる。で、見た目は関係ないよっていう、中身の、その人を大事に思うねっていう日があったり、あとポジティブデーっていうのがあって、
これもつい最近あったんですけど、まあ友達が喜ぶことを何か声かけてあげるっていうので、お手紙交換をしててすごく可愛いなって思ったんですけど。うん。でもじゃあそうするとなんだろう、どう生きるべきかとか、人としてどんな、なんだろう、価値観を持つべきかっていうのを学校の授業で教科書を使って教わるっていうのはすごい珍しいことなんですね。で、その教科書、今でも覚えてますけど、道徳の授業中に、なんか教科書に、じゃあ、A 君がこんなことになりました。あなたはどう対応するべきですかとか言って、そこで正しい対応を自分で考えないといけない。で、そういう練習を子供の頃からやってるっていうのは、なんか本当に根本的に全然違う人間性、いいとか悪いとかじゃなくて、違うっていうのが育て、育てそうですね。うん、すごくあると思います。うん。じゃあ、お子さんはスペインの学校に通っていて、でも綾乃さんは日本人なので、なんか家でなるべくなんだろう、日本人っぽくあってほしいところと、そうじゃなくてもいいところとかで、なんか使い分けたり、家で教えたりとかしてますか？そうですね。今言ったように日本人の心っていうのは本当に忘れてほしくなくて、もう世界でもあのトップレベルのあの考え方というか思考力だと思っているので、まあ、日本人らしさを残すために、まあ、ありがとう、ごめんなさいの言葉で相手に伝えるっていうことと、あとはね、これは日本人だけじゃないとは思うんだけど、感情のコントロールを小さいうちからできるようになってほしいなっていう思いが私も主人もあって、大人になってから理不尽なこともたくさんあるじゃないですか。なんか、で、そういう時でも、こう、なんだろうな、やるべきこと、今やらないといけないことを、やりきるっていうのを今のうちから宿題とかを通して伝えていってるかな。例えば、宿題が木曜日を締め切りにしてるんですね、我が家では。で、あのーでも終わってない。で、金曜日に友達に誘われた。遊びに行こうって誘われた。そういう時には、もう、かわいそうなのももちろんありますよ。うん、遊びたいっていう気持ちはすごくわかるんですけど、まあ、やるべきことは何かっていうので、まあ、宿題。で、じゃあ宿題終わってないから、あの、じゃあ次はどうしたらよかったかを考えようかって、木曜日までに終わらせるためにどうしたらいいか逆算してみようねとか、なんか、そういう話をしてはいますね。うん、難しいけどね。うん、そう、なんか前そう。に子供が人種差別的なことを受けうん、たりうん、した時の対応方法というか、うん。お子さんにおああ、伝えしたことがああ、うんうん。すごいなって思ってたんあ、ですけはいど、はい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 。話してもらえますか？そうだね。まあ、こっちにいると、まあアジア人ってすごくすぐね、わかりやすいからわかるんだけど、公園行ったりすると、たまに、まあ、こう、意地悪してくる人もいるんですよ。うん。意地意地悪。悪。うん。うん。なんか例えばね、どんな？例えばね、なんだろうな、こう、釣り目のポーズ。やるんだ。そう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 。なんかね、悪気はない人もいそうな感じもするんだけど、まあこういうふうに、まあこれがからかうジェスチャーっていうのを理解してやってる人もやっぱりいるわけで、うん。で、そういうことをしてくる人とか、なんか、おいアジア人みたいな感じで、こう、高圧的、こう、なんて言うんでしょうね。なんか、もう意地悪してますよっていうような雰囲気で言ってくる人もいるんですね。で、それで一度私の子供たちも、まあちょっと意地悪されたって。
泣きながら私に言ってきたことがあるんですよ。うん、で、まずは、そういうことを言う人の話は、あまり気にしすぎない方がいいよと。うん、で、例えば黄色い服が嫌いな人いますよね。苦手な人、あんま黄色好きじゃないから着たくないっていう人いるよねって言って。だからそれと一緒で、アジア人がちょっと苦手みたいな。アジア人嫌いっていう人も世界の中にはいるわけよと。この広い世界の中で、そういうアジア人は好きじゃないっていう人もいる。うん。だから、いろんな人が、いろんな価値観の人が、この世の中にいるんだよ。だからそういう人もいるんだなって。うん。そういうふうに思ったら、まずはいいって。で、でも私は、そういうふうなことを言うのって、でもいいことではないよね。その嫌な気持ちになるっていうふうに分かっててやる人がいるわけでしょ。で、そういうネガティブなこと、人が嫌な気持ちになることをするっていうことが、あのまなんだろうな。分かっててやるっていう、それこそ感情のコントロールができない人。だから、そういう人たちの真似を自分はしないぞって。うん。自分はこうもっと優しくしようとか、うん。次の自分に活かせたらいいよね。で、あとは日本人であることに、誇りを持とうっていうので、そう言われたとしても、うん、なんか日本人っていうのは、それこそ世界の中でもね、経済大国で、今は GDP4 位かな、世界でもトップクラスの経済力があるわけでそれをなんか日本人の人たちは一生懸命お仕事をやってその経済力をつけてるわけだし、あとはどこに行っても日本人って優しいねとか、アニメ大好きだよとか、いろんな日本人として、あとはその文化をとか好きでいてくれる人もたくさんいるから、だからそういうところ、いいところをなんかこう自信として持ってたらいいんじゃないみたいな。だから自分が日本人だとかアジア人であることを特にこうなんだろうな、ネガティブに思うことは一切ないし、そういう人もいるんだなっていうのでいいんだよっていうのは言ってますけどね。おー、難しいけど。うん、確かに私が初めてドイツで住み始めてヨーロッパで住み始めたのが19歳の時で、もう若すぎなくはないけどまだ全然こうなんだろう、インセキュリティとかコンプレックスとかたくさんある年で、でもその時まで普通に本当にアジア人は劣っている、こう西洋人に比べて劣っているって信じていたんですね。なのでこう逆にヨーロッパに行ってなんか日本人なのかっこいいねみたいなことを言われるようになって、そんなんでもないんだって気づいたけど、それと同時にアジア人としてはすごいやっぱりなんかいじめられるというかバカにされたり笑いの種になったりするので、なんかその劣等感を植え付けないように子育てをしていくってすごい大変そうなイメージがありますが、大変ですか？そうですね。私も同じで、どっちかっていうと劣等感を劣っているというような気持ちを植え付けられるっていうか、うん、なんでだろうね。でもそれってね、日本で生きてるとさ、なんかあるじゃん、そういう西うん、洋人ってなんかかっこすごい。いいとかね、うん、すごいとかね。そういうこう長い歴史がそうしてきたんだろうけど、昔からの。うん。だから私は結構感じやすいんだけど、うん、子供たちは今ね、小さい時からこっちにいるっていうのもあって、今のところはね、特にないから、うん、私がとにかくこう自信を持って、日本ってすごいんだよ、アジアってすごいんだよって言うようにはしていて、もちろん誰かを下げるとかね、うん、誰かが
こう悪いんだよってネガティブなことは言わず、こう誰かを下げて日本を上げるとか、誰かを下げてアジアを上げるということもせずに、うん、あのとにかくアジアがすごい、まあ他のいろんな国でいいところあるねっていうところは強調してます。うん、うんう確かにんまあ、今考えたらやっぱり日本の中で日本人同士がこうやっぱり日本人だからダメなんだみたいなことを言うことが多いので、もしお母さんが日本はいい国だよって言い続けたなら、そういう勝手な勘違いというか価値観も生まれなさそうですね。うん、そうだね。で、今日本にいる人たちがそういうふうに自分たちはちょっと劣ってるって感じてるって言ったじゃない。そう日本にいるからそう思うんだと思う。なんか実際に外に出てみると、さっきもね、さやちゃんも言ってたけど、日本人って結構ね、褒められるのよ。あんまりこう嫌われることってそんなにないよね。うん。だから、なんかこう、日本人でよかったって、日本人の今までの先輩たちありがとうってすごく うん、思うもんね。ううんうんん。うん、確かに日本人ももっと自信持っていうん。いとね。思いますようん。ね。うそうそうん、そうそう。こう同じ家族だけど自分の子供ながらカルチャーショックを受けることってありますか？そうだな。まあ、中身はね、そんなに、あの大きく変わってるとこういうふうには感じないんだけど、なんかジェスチャーとかがすごくね、外国人みたいになってきてるのよね。例えば、日本人って喋ってる途中とかで考える時とかの間で、なんか舌打ちっていうのかな。あーん、あーんとかしないじゃない。うん。でもね、こっちの、うちの子たちね、もうなんかたまにこう、言葉と言葉の間に、あーみたいな感じで、その、舌打ちが入っちゃうのよ。なんかね、日本ではあんま良くないよなって思うことはあるかな。そういうジェスチャー系、なんかこんなんもしないじゃない。なんか、ジェうん、スチャーあんまりしないじゃん、日本人って。うん、うん。そういう時にやっぱりね、なんか、すごい外国人みたいって 入ってるな。思う。うんうんうん。なんか日本に帰った時に日本の他の子供と交流しているのを見て、なんか違うなとか思うことはあります？ああ、そうね。そんなにね、今はないけど、うん、一番上の子はね、自分で今感じてる課題が、うん、敬語らしい。なんか敬語。自分で課題を感じられるんでそうそう。すね。すごいよすごね。い。偉いよね。そう。なんか先生とか、あとは結構これ大きいのが、他の友達のお母さんうに喋ーん、る時も結構もうさ、高学年とかになると、なんとかですかとか、お茶をもらえませんかとか、ちゃんと丁寧にお話しするけど、うちの子たちはそれがね、普段ね、まあやっぱ家族って日本語を喋るか、まあ土曜日の補習校ぐらいだから、あんまりこう丁寧な言葉遣いを聞いたり喋ったりする機会が少ないんですよ。うん、だからそこがちょっとやっぱりこう日本に住んでる子どもたちとギャップがあるかなとはう思いますね。ん、うん、すごい偉い。ねえ、それを気づけ娘るのがさんね。ね、偉い。そしたらう最後ん、にはい。今後の予定はありますかとか言って。 今後の予定すごいざっくりした質問だね。というのも、なんうん。かお子さんが大きくなってもスペインに住むとか、お子さんのじゃあ仕事はどうするとか、もしくは綾乃さんのご家族が、日本にご家族にとっては日本に帰ってきてほしいとか、そういうのは考えますか？そうですね。今のところの家族計画としては、まだしばらくスペインに住む予定です。子供たちが、そうですね、もう大学とか行くぐらいまで。だからまだまだあと10年ぐらいはいたいなとは思っています。ただ
まあ子供たちがね、どの大学に行きたいとかっていうのは決めてほしいので、子供たちにどの大学に行きたいとか決めてほしいので、その時になってまた家族会議をしてどうしていくかっていうのは話し合いたいなとは思います。で、日本にいる家族はやっぱり帰ってきたらとか、言ってくれることもあります。まあでもね、嬉しいし、ね、家族に会いたいなっていう思うこともたくさんあるんですけど、まあこっちでしばらくね、子供たちのためにも頑張りたいなとは思ってます。はい。私の、フォロワーさんでも結構家族で海外に移住した人とか、あとはインターナショナルなカップルで子供は半分日本人とかいう方がいるんですけれども、家族とかで海外移住をしたりしようと思っている方へメッセージをぶっつああ、けですがなるほど。言いたいことはありますそっか？かそっか。まあ、本当に国が変わるっていうのは大きな変化だと思います。言葉も違うこともありますし、文化もね、もちろん違いますし、で、もしかしたら周りに親しい友達とか家族とかいない場所に行くかもしれません。ですが、まあまあ家族で、ね、お子さんとかいる場合は、とにかく前向きな気持ちで新しいことを楽しみながら頑張ってほしいなと思います。で、必ず周りにだんだんと皆さんのことをね、助けてくれる人が出てきますので、必ず。なので、どんどんいろんな人に会って輪を広げていって、積極的に、うん、楽しい生活にしていってほしいなっていうふうに思います。はい。ありがとうございます。大丈夫。それでは今日はなんかすごい面白い話と深い話というん、ろいろしてくれてありがとうございました。ありがとうございました。えーっと、鍵はポジティブですね。そうですね。結局そうですよね。なんとか思います。それが自分にとっても楽ですよね。そうそうそう。だうん、ってね、ネガティブでいて、いいことってそんなにうん、ないかなと思うので、どうせならね、楽しんで。楽にそう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 。行きましょう。行きましょう。はい。なんかすごい最後ゆるーくなっちゃったけど。ありきたりなことで。ね、いやいやいや。本当に。そしたらもう今度はうん。マドリードに私が行ったら、はい。お子さんたちとみんなではい。ポッドキャストをあ、しましょですね。はい。う。なんかたこ焼きしながらね。ね、子供のうん。しゃべる日本語とかうん。知りたいし、私いいですね。子供とのしゃべり方も学びたいので社会科見学というか人ああ、そう生だね。勉強みたいなね。そうだね。そうだね。それはすごく必要かもしれない。はい。なのでぜひその時はお願いします。はい。こちらこそお待ちしてます。はい、じゃあ今日はありがとうございました。はい。ありがとうございました。バイバイ。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality fast online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning.